今回の動画で僕たちは N 語の試験勉強をしていこう。今までのナンバーについての動画をまとめたから漢字の復習と思って見てほしい。まず最初にサムネイルの答えを発表するね。答えは漢数字。漢数字というのは漢字で書いた数字のこと。みんなも知ってるように数字はどこに行ってもあるよね。日本でもこの漢数字はどこでもあるんだよ。駅や空港、お土産屋さん、お金を払う時にも漢数字は必要だね。今日はこの動画を見て漢数字をパーフェクトにしちゃおう。では楽しんで。それではいつもの漢字クイズを始めるね。さて、この漢字は何と読むでしょうか？ヒントはひらがな3文字です。この言葉は20歳と言っても通じるよ。でも特別な読み方をするんだ。この年齢になるとお酒が OK、タバコも OK になるよ。答えはまとめた動画の一番最後にあるよ。Hello friends, welcome back to K 漢字。This is K。いらっしゃいませ。今日もあなたの嫌いな漢字を勉強していきましょう。嫌いな漢字を好きになりたいという方はチャンネル登録して今後の動画も待っていてね。今日は N 語の漢字を勉強していきます。今日は N 語の1、2、3の3つの漢字を勉強していきます。漢字クイズです。さて、この漢字は何と読むでしょうか？ 1、2、3と書いてあります。ヒントはひらがなで3文字です。この3文字の漢字は70代、80代くらいの男性の名前です。答えは最後に発表しますね。ではまず今日の漢字1。音読みは1、いつ。音読みは1、いつ。訓読みは人一つ。訓読みは人一つ。例文いきます。3回繰り返します。人参を1本買う。人参を1本買う。人参を1本買う。日本では人参をスーパーマーケットで買えます。1袋に3本入ってくることが多いです。他の言葉も一緒に覚えてみましょう。こんな言葉もあるんだ。へえ、知らなかったくらいで大丈夫です。1個、1個、1個。世界一、世界一、世界一。100円均一、100円均一、100円均一。100円均一は略して100均と呼ばれているよ。ダイソーやキャンドゥなどが有名です。安い価格で良質なものがたくさん置いてあるよ。次は2を覚えましょう。音読みは2、音読みは2、訓読みは2、2つ、訓読みは2、2つ。例文いきます。3回繰り返します。ケーキを2つに切る。ケーキを2つに切る。ケーキを2つに切る。私はケーキが大好きです。日本でおすすめのケーキショップはシャトレーゼと言います。安くて美味しくてケーキが好きなら一度行ってみてください。日本ではショートケーキが大人気なんですが、あなたの国ではどうですか？他の言葉も一緒に覚えてみましょう。こんな言葉もあるんだくらいで OK です。2回、2回、2回、2人、2人、2人、双葉、双葉、双葉。人の数え方って難しいですよね。1人、2人、3人、4人、5人と数えます。1人、2人だけ特別な言い方をしますね。
次は3を覚えましょう。音読みは3、音読みは3。訓読みはみ、みつ、みつ。訓読みはみ、みつ、みつ。例文いきます。3回繰り返します。飴玉を3つもらう。飴玉を3つもらう。飴玉を3つもらう。大阪に行くと飴ちゃんをくれるおばちゃんがいるらしいです。ただ、みんながみんな飴ちゃんを持っているわけではないようです。ちなみに私は飴ちゃんちょうだいって言ったことがないです。他の言葉も一緒に覚えてみよう。こんな言葉もあるんだくらいで大丈夫だよ。三脚、三脚、三脚。三毛猫、三毛猫、三毛猫。三日月、三日月、三日月。三毛猫と三日月は覚えるしかないですね。でもよく使いますよ。日本にはたくさんの三毛猫がいますし、三日月も月に何回も見ることができます。お疲れ様でした。では最後にクイズの回答を発表するよ。1、2、3と書いたこの漢字、3文字でひふみと読みます。ひふみだよ。このひふみさんは特に70歳、80歳くらいの男性の名前でひふみさんは多いよ。日本人の名前は難しいよね。私もよくわからない、読めない名前たくさんあるからね。それでは今日習った漢字の復習をするよ。今日は3つの漢字を覚えたね。そう、N 語の漢字1、2、3を勉強したね。今回は簡単だったかな？難しかったかな？よかったらコメント欄で教えてね。K は1週間に1回くらいのペースで動画をアップロードしています。あなたがもし漢字が苦手な人、漢字が嫌いな人、漢字を好きになりたい人であれば、チャンネル登録して次の動画もチェックしてみてください。いいねしてくれると K はとても喜びます。ではでは、今日のお勉強を終わります。では、K でした。ヒントはひらがな5文字です。この5文字の漢字はポケモンに出てくる言葉です。Hello friends, welcome back to K 漢字。This is K。いらっしゃいませ。今日もあなたの嫌いな漢字を勉強していきましょう。嫌いな漢字を好きになりたいという方はチャンネル登録して今後の動画も待っててね。今日は N 語の漢字を勉強していきます。今日は N 語の4、5、6の3つの漢字を勉強します。まず漢字クイズです。さて、この漢字は何と読むでしょうか？ヒントはひらがな5文字です。この5文字の漢字はポケモンに出てくる言葉です。とっても強い人たちのことです。答えは最後に発表しますね。まずは4。音読みはし。音読みはし。訓読みはよ。4つ。4つ。4。訓読みはよ。4つ。4つ。4。例文いきます。3回繰り返しますね。友達と4時に待ち合わせる。友達と4時に待ち合わせる。友達と4時に待ち合わせる。4時からカフェで待ち合わせ。美味しいケーキを2人で食べる。ケイのおすすめのカフェはコメダコーヒー。
という名前のカフェです。他の言葉も一緒に覚えてみましょう。こんな言葉もあるんだ。へえ、知らなかったくらいで大丈夫です。4枚、4枚、4枚。4日、4日、4日。四角、四角、四角。そうそうそう。4日と8日はよく似てますが違います。4日は4 days のこと。8日は8 days です。この2つは似ているからよく聞こうね。次は5を覚えましょう。音読みは5。音読みは5。訓読みは5つ。訓読みは5つ。例文いきます。3回繰り返します。五重塔を見に行く。五重塔を見に行く。五重塔を見に行く。京都や奈良にある5つの屋根がある建物です。ポケモンでも鈴の塔という五重塔がありました。一番上の階には鳳凰がいました。鳳凰は伝説のポケモンです。他の言葉も一緒に覚えてみましょう。こんな言葉もあるんだ。へえ、知らなかったくらいで大丈夫です。5月、5月、5月。5時、5時、5時。5日間、5日間、5日間。5月といえばゴールデンウィークというものがあります。5月は休みが多いです。その休みが多いウィークなのでゴールデンウィークと言います。ゴールデンウィークはディズニーランドやユニバーサル・スタジオ・ジャパンなどの観光地がとても混みます。人がいっぱいになります。5月に日本に来ると大変かもしれませんね。次は6を覚えましょう。音読みは6。音読みは6。訓読みはむ、6つ、6つ、むい。訓読みはむ、6つ、6つ、むい。例文いきます。3回繰り返します。少し長い例文です。病院で6日分の薬をもらいました。病院で6日分の薬をもらいました。病院で6日分の薬をもらいました。あまり言わないのですが、別に6日分と言っても通じます。ただ、日本人の心の中では、あれ ?6 日分って言うんじゃなかったっけと思います。でも、そんなことは気にしなくて大丈夫です。そんなことを気にしていたら、人生が終わってしまいます。あなたの日本語で喋ればいい。それだけです。他の言葉も一緒に覚えてみよう。こんな言葉もあるんだくらいで大丈夫だよ。6つ、6つ、6つ。6時、6時、6時。6万円、6万円、6万円。6万円を持っていたらプレイステーション5が買えます。日本には便利な家電、面白い家電があるので、エレクトリカルプロダクトが好きな人は家電量販店、ヤマダ電機やケーズ電機に行ってみると楽しいよ。お疲れ様でした。では最後にクイズの回答を発表するよ。正解は四天王、四天王、四天王。みんなは初代ポケモンの四天王を覚えてる？ K は
忘れたから調べたよ。初代ポケモンの四天王はカンナ、シバ、キクコ、ワタルだったよ。四天王はとっても強かったよね。ちなみにケイは最近のポケモンはやっていないから新しいポケモンはよくわからないんだ。ごめんね。それでは今日習ったことの復習をするよ。今日は3つの漢字を覚えたね。そう、N 語の漢字4、5、6。今回は簡単だったかな？難しかったかな？よかったらコメント欄で教えてね。ケイは1週間に1本くらいのペースで動画をアップロードしています。あなたがもし漢字が苦手な人、漢字が嫌いな人、漢字を好きになりたい人であればチャンネル登録して次の動画も待っていてください。いいねしてくれるとケイはとても嬉しいです。ではでは今日のお勉強を終わります。ではケイでした。またね。さて、この漢字は何と読むでしょうか？ヒントはひらがな5文字です。Hello friends! Welcome back to K 漢字。This is K。いらっしゃいませ。今日もあなたの嫌いな漢字を勉強していきましょう。嫌いな漢字を好きになりたいという人はチャンネル登録して今後の動画も待っててね。今日は N 語の漢字を勉強していきます。今日は N 語の7、8、9の3つの漢字を勉強します。まず漢字クイズです。さて、この漢字は何と読むでしょうか？ヒントはひらがな5文字です。この5文字の読み方の漢字はワンピースに出てくる言葉です。とても強くて偉い7人のことです。ワンピースが好きな人は覚えておくといいですよ。答えは最後に発表しますね。まずは7。音読みは7。音読みは7。訓読みは7。7つ。なの。訓読みは7。7つ。なの。例文いきます。3回繰り返しますね。7月7日は七夕です。7月7日は七夕です。7月7日は七夕です。日本で七夕といえば織姫と彦星のエピソードが有名です。彦星と織姫が天の川を渡って年に一度だけ会うことができます。それが7月7日です。この日は短冊という紙に自分の願いを書いて笹竹にデコレートします。デコレートされた笹竹はとっても綺麗ですよ。他の言葉も一緒に覚えてみましょう。こんな言葉もあるんだ。へえ、知らなかったくらいで大丈夫です。七色、七色、七色、七不思議、七不思議、七不思議。七福神、七福神、七福神。7は日本ではラッキーな数字です。宝くじやパチンコ、パチスロで3つの7が揃うと喜ぶ人がたくさんいます。次は8を覚えましょう。音読みは8。音読みは8。訓読みはや、やつ、やつ、よう。訓読みはや、やつ、やつ、よう。例文いきます。3回繰り返します。ブルックは8人目の仲間だ。ブルックは
8人目の仲間だ。ブルックは8人目の仲間だ。ブルックはワンピースに出てくる骨とアフロヘアのキャラクターです。ブルックは剣を使えて読み読みのみの能力者です。彼はとっても強いですよね。他の言葉も一緒に覚えていきましょう。こんな言葉もあるんだくらいで OK です。8月、8月、8月、8日、8日、8日、8時、8時、8時。同じ漢字を書くのに8月8日と呼びます。これは特別な読み方ですね。8月といえば日本は真夏になります。夏の言い方はたくさんあります。覚えておいてほしいのは初夏と真夏の2つ。初夏は夏の始まりの頃、5月から6月です。暑くなってくる時期ですね。真夏はその日の一番高い気温が30度を超えた時に言います。日本の夏は水分が多いのでサウナにいるみたいになります。とっても暑いですよ。次は9を覚えましょう。音読みは9、9。音読みは9、9。訓読みはここの9つ。訓読みはここの9つ。例文いきます。3回繰り返します。仕事はいつも9時から始まる。仕事はいつも9時から始まる。仕事はいつも9時から始まる。私の仕事はいつも8時から始まります。みんなは何時から仕事が始まるでしょうか？この前知ったのですが、フィンランドは午後4時に仕事が終わるそうです。とっても羨ましいエンビーです。私は終わる時間は午後5時だったり6時だったりします。長く働きたくないですね。他の言葉も一緒に覚えていきましょう。こんな言葉もあるんだくらいで大丈夫です。9日、9日、9日。くく、くく、くく。9人、9人、9人。日本にはくくというものがあります。あなたの国にも同じシステムがあるかも。くくは小学校2年生で覚えます。子供たちは九九をとっても頑張って覚えます。インドの人はもっとレベルが高い九九をするそうですよね。みんな頭がいいな。お疲れ様でした。では最後にクイズの回答を発表するよ。正解は七部会、七部会、七部会。みんなはワンピース見てるかな？ワンピースは主人公ルフィが一つなぎの大秘宝を仲間たちと一緒に探しに行く話です。ワンピースにはたくさんの強い敵が出てきて、この桜花七部会もかなり強い。最初の桜花七部会はミホーク、クロコダイル、ドフラミンゴ、クマ、モリア、ハンコック、ジンベエ。今はメンバーがチェンジしてるよ。この言葉はワンピースの漫画を日本語で読むときに必要だから覚えておいてね。いつか役に立つから。それでは今日習ったことを復習するよ。今日は3つの漢字を覚えたね。そう、N 語の漢字7、8、9を勉強したね。今回は簡単だったかな？難しかったかな？よかったらコメント欄で教えてね。
K は1週間に1本くらいのペースで動画をアップロードしています。あなたがもし漢字が苦手な人、漢字が嫌いな人、漢字を好きになりたい人であれば、チャンネル登録して次の動画を待っていてください。いいねしてくれると K はとっても嬉しいです。ではでは、今日のお勉強を終わります。では、K でした。またね。今回の動画で僕たちは N 語の試験勉強をしていこう。N 語の10と円の2つの漢字を勉強するよ。まず最初にサムネイルの答えを発表するね。答えは10人十色。10人十色というのは好き、嫌いや考え方、パーソナリティがみんな違うってことだよ。それではいつもの漢字クイズを始めるね。さて、この漢字は何と読むでしょうか？ヒントはひらがな7文字です。これは日本のお金の単位です。このくらいのお金を持っていると私は嬉しくなります。日本ではカメラのいいやつが買えたり iPod Air が買えたりするお金です。答えは最後に発表しますね。まずは10、音読みは10字、音読みは10字、訓読みはと、訓読みはと。例文いきます。3回繰り返します。漢字を10回練習する。漢字を10回練習する。漢字を10回練習する。細かいことを言うと、10回が正しい発音です。しかし、日常で使われるのは10回という発音が多いです。日本語はそういった本当は間違ってるけどよく使われる発音というのがあります。教科書だけが正解ではないということです。頭を柔らかくして勉強していきましょう。他の言葉も一緒に覚えてみましょう。こんな言葉もあるんだ。へえ、知らなかったくらいで大丈夫です。十字路、十字路、十字路、50音、50音、50音。とつき10日、とつき10日、とつき10日。とつき10日と聞いて疑問に思った人もいるでしょう。実は同じ漢字で10月10日とも読みます。しかし意味が全く違います。10月10日は日付です。とつき10日はお母さんの妊娠期間のことです。お母さんが妊娠をしてから出産するまでの間がだいたい日本では10ヶ月と10日間。その期間のことをとつき10日と言います。これは日本だけの文化のようです。英語圏では妊娠期間は9ヶ月が多く9 months と言います。私も初めて知りました。面白いですね。次は円を覚えましょう。音読みは円、音読みは円。訓読みは丸い、訓読みは丸い。例文いきます。3回繰り返します。円安で日本に行きやすくなった。円安で日本に行きやすくなった。円安で日本に行きやすくなった。円安というのは日本のお金の価値が安くなった、弱くなったということです。ですので、他の国、特にアメリカなどのドルの価値が高くなった、強くなったということです。日本に旅行、夢の日本に住むことが簡単、easy になりましたね。みんな日本に Welcome。他の言葉も一緒に覚えましょう。こんな言葉もあるんだくらいで OK です。円高、円高、円高。円盤、円盤、円盤。円満、円満、円満。円高は円安の反対の言葉です。円はサークルの意味で使われます。円満は家庭円満などファミリーが仲がいい時に使いますよ。
あなたの家族は仲がいいですか？悪いですか？クイズの答え合わせをしましょう。答えは10万円、10万円、10万円。もし私が10万円持っていたら嬉しくなっちゃうお金なんだ。10万円あったらちょっと高いカメラが買えたり、新しいソファーが買える。それにゲームも買えるし、家電製品も買えるよ。ちなみに1万円、2万円、3万円と数えるよ。お金の数え方で万円の部分は変わらないよ。10万円は夢が広がるね。私はニコンというメーカーのカメラを10万円で買いました。それでは今日習ったことの復習をするよ。今日は2つの漢字を覚えたね。そう、N 語の漢字10円を勉強したね。ベーシックな漢字は日本では日頃から使います。N 語の漢字を覚えていくと日頃目にする漢字をわかるようになるよ。頑張ってね。では今日のお勉強を終わります。では、K でした。今回の動画で僕たちは N 語の試験勉強をしていこう。N 語の100と1000の2つの漢字を勉強するよ。まず最初にサムネイルの答えを発表するね。答えは千本桜。千本桜というのは日本で大人気のボカロの曲だよ。とってもいい曲だから YouTube でサーチしてみて。ボーカロイドの曲で有名な千本桜。だけど本当の意味は桜が多い場所のことを言うんだ。桜の季節は3月の真ん中から5月の初めの方だよ。この季節になると日本のたくさんの場所で桜を見ることができるんだよ。もし日本に来る季節が春だったら桜有名東京や桜スポット京都などでサーチしてみて。日本に来たら必ず桜は見てほしいな。それではいつもの漢字クイズを始めるね。さて、この漢字は何と読むでしょうか？ヒントはひらがな3文字です。ヒントは野菜や果物、フルーツを売っている場所だよ。最近は野菜をスーパーマーケットで買うことが多いね。答えは最後に発表しますね。まずは100。音読みは100。音読みは100。訓読みはないよ。音読みだけ。例文いきます。3回繰り返します。テストで100点満点を取る。テストで100点満点を取る。テストで100点満点を取る。みんなテストは好き？それとも嫌い？私はテストは嫌いだな。日本ではみんな勉強して100点を取りたいと思うんだよ。でも100点はパーフェクトってことだからなかなか難しいよね。N 語の試験は難しい。100点満点なんて取らなくても試験にパスができればいいからレッツチャレンジ。他の言葉も一緒に覚えてみましょう。こんな言葉もあるんだ。へえ、知らなかった。くらいで大丈夫です。100万円、100万円、100万円、百獣の王、百獣の王、百獣の王、百貨店、百貨店、百貨店。100という言葉にはたくさんの意味がありそうだね。百獣は動物がたくさんいること。百貨店は物がたくさんあることだからね。百貨店は少し古い言葉。今はデパートっていう人が多いかな。ちなみにデパートの地下にあるショッピング街のことをデパ地下と呼ぶよ。デパ地下の美味しい食べ物はデパ地下グルメって言うよ。次は線を覚えましょう。音読みは線。音読みは線。訓読みはち。訓読みはち。例文いきます。
3回繰り返します。お会計は1500円でございます。お会計は1500円でございます。お会計は1500円でございます。日本のお金で1000円と100円は本当によく使います。1000円は紙のお金のこと。それをお札と言います。100円はシルバーの色で10個集めると1000円になります。日本では1500円あればマクドナルドでビッグマックを3個買えます。世界で一番ビッグマックが高い国はスイスです。スイスは1500円持っていてもビッグマックは1個しか買えません。スイスのビッグマックは1個925円です。とっても高いね。他の言葉も一緒に覚えましょう。こんな言葉もあるんだくらいで OK です。千と千尋の神隠し。千と千尋の神隠し。千と千尋の神隠し。千代紙、千代紙、千代紙。千羽鶴、千羽鶴、千羽鶴。千代紙は綺麗な和風の折り紙です。日本の100円ショップでも買うことができます。千羽鶴はお祝いや病気のお見舞いなどに贈ります。日本人で鶴を折れる人は多いので、鶴の折り方を教えてもらうのも楽しいかもしれません。それではクイズの答え合わせをしましょう。答えは八百屋、八百屋、八百屋。八百屋の八百とはとっても数が多いこと。多くの野菜を売っているので、八百とショップの意味のやがくっついて八百屋と言います。昔、キテレツ大百科というアニメがありました。ドラえもんと同じ作者のアニメだよ。そのアニメで豚ゴリラというキャラクターがいました。ドラえもんで言うとジャイアンみたいなポジション。豚ゴリラの家は八百屋をやっていました。最近は八百屋は減ってきています。野菜はスーパーマーケットの青果コーナーで買うことが多いかな。コンビニで野菜が買えることもあります。それでは今日習ったことの復習をするよ。今日は2つの漢字を覚えたね。そう、N 語の漢字100、1000を勉強したね。ベーシックな漢字は日本では日頃からよく使います。N 語の漢字を覚えていくと日頃目にする漢字がわかるようになります。頑張ってね。ではでは今日のお勉強を終わります。では、キーでした。クイズの答え合わせをしよう。答えは20歳、20歳、20歳。この年齢になるとお酒もタバコも OK。日本は昔から20歳になると成人式をやっていたんだ。でも最近18歳が成人ということになったよ。18歳になると男も女も結婚ができるんだ。クレジットカードも持てるようになる。きっとあなたの国と比べてみると面白いかもね。ベーシックな漢字は日本では日頃からよく使います。N 語の漢字を覚えていくと日頃目にする漢字がわかるようになるよ。頑張ってね。ではでは、ケイでした。